皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。11月に入りましたね。今月のテーマは秋の夜長にユンさんということで、シンガーソングライターであり作曲家のユンさん先生の楽曲をテーマにお届けいたします。ユンさん先生は最近は音楽プロデューサーやオーディション番組の審査員としても活躍されていますし、息子さんが SM エンターテインメントからアイドルデビューしたことでもうほんと最近ですけど話題になってますよね。ライズというグループのアントンさんというお名前の方だそうなんですが、この方がユンさん先生の息子さんで、ご両親譲りの美しいビジュアルと長身で本当に華麗な遺伝子を感じましたね。今回はユンさん先生の経歴やどんな音楽的特徴のある作曲家なのかなど紹介していきたいと思います。実は私がユンさん先生の音楽を聴くようになったのはここ5年ぐらいなんですね。昔からずっと好きだったっていうわけではないんですよ。で、そもそも私が韓国バラードを聴き始めた2000年代の中盤頃ってユンさん先生は留学をされていた時期で、あんまりね活動されていなかったんですよね。ただユン・ヒヨル先生やユン・ジョンシン先生と親交が深くて一緒に作品を出されていたり、作曲家としてお名前を拝見することは多くて、なんか気になってはいるけどあんまり深くは聞いてないっていう時期が長かった歌手です。で、それで2018年ぐらいにソン・シギョンさんが確か LINE ライブの企画だったと思うんですけれど、日本で見えるラジオを配信していた時期があったんですよ。で、それを毎回見てたんですが、シギョンさんがラジオの中でご自身が好きな韓国の曲を歌って紹介するっていうコーナーがあって、そこでユンさん先生のヨンウォンソゲ永遠の中でという曲を歌ってくれたことがあったんですね。で、それがめちゃくちゃ刺さったんですよ。なんて美しいメロディーの曲なんだろうと思って衝撃を受けまして、でその時のラジオがきっかけで私はユンさん先生の音楽を1990年代までずっと遡って聞いたんですね。もうその頃はあらゆる音源がもうサブスク解禁されてたので、ほとんど Apple Music で聞くことができました。ありがたいですよね。で、この四音ソゲ永遠の中でという曲は今月最後にカバーして紹介する予定です。シギョンさんがその時のラジオで、ユンさんは特にアーティストから愛されてるアーティストなんですよというふうにおっしゃっていて、その時はねどういう意味か私はよく分かっていなかったんですけれども、今私が DTM といってパソコンとキーボードを使って毎週歌のカラオケ音源を作って、いろんな曲を編曲するという作業に取り組んでいくうちに、いかに当時の90年代のユンさん先生の音楽が先駆的だったか、また一切の妥協なく緻密に作られているかということを理解できるようになってきたので、今回テーマにすることにしました。そして YouTube で探してみたらですね、この時のシギョンさんの見えるラジオはおそらく公式のアーカイブが残っていたので、こちら概要欄に貼っておきます。ぜひご覧になってみてください。では、いつものように基本情報からお話ししていきますね。ユンさん先生は1968年生まれの現在55歳でいらっしゃいます。本名はイ・ユンさんとおっしゃるので、ユンさんっていうのがお名前なんですね。私は最初ユンが名字でさんが名前だと思ってたんですけれども、ユンさんっていうお名前なので間にスペースを入れずに表記しています。ユンさん先生の音楽家としてのキャリアのスタートは作曲とベーシストだったそうなんですね。これは今回調べて初めて知りました。ナムウィキという韓国のウィキペディアみたいなサイトに、若き日のユンさん先生がイ・スンチョルさんのバックバンドでベースを弾いている動画がリンクされていたんですよね。ユンさん先生は若い頃から作曲やプロデュースがしたかったそうなんですね。自分が歌手として前に出るよりは制作側を目指していたそうなんですが、
ご自身が作曲した曲のレコーディングに立ち会った時に、歌手にこう歌ってほしいって伝えるためにガイドボーカルをしたことがあったそうなんですね。そして偶然このガイドボーカルを聞いた事務所の関係者の方がユンさん先生に、君は顔もかっこいいし歌声もいいからちょっと歌手やってみたらどうかっていうふうに提案したそうなんですよ。で、確かにユンさん先生は身長が180センチあってですね、当時から顔もかっこよくてスタイルもすごく良かったんですね。今は50代でいらっしゃいますけど、今でもねシュッとしててとてもかっこいいんですよね。でもユンさん先生は自分が前に出たいタイプではなかったことから、あんまりやりたくないなって思ったそうなんですけれども、歌手デビューしたらこれだけお金をあげますよっていう契約金として事務所が提示した金額が、自分が当時欲しかったシンセサイザーを買ってもなおお釣りが来るくらいの金額だったんで了承したっていう経緯があるそうなんです。つまり音楽機材を買うために歌手デビューを受け入れたっていうことで、この経緯が面白いと思いますね。で、ユンさん先生の歌手デビューは1990年なんですが、今よりも音楽機材が高額でなかなか手に入らなかった時代ですよね。今やスマホ一つで音楽が作れる時代なんですけれども、90年代当時は DTM をやるのに何百万とかねお金がかかったと聞いたことがあります。私は今 Mac の Logic という音楽制作ソフトでカラオケ音源を作っているんですが、これが大体に3万円ぐらいのソフトなんですけれども、もはや把握できないぐらいの種類の音が搭載されています。ミディ録音っていうんですけれども、パソコンにまず信号を打ち込むんですね。このタイミングでこの高さの音をこの長さで鳴らしてくださいというふうに情報を打ち込むと、これを後からドラムの音にもピアノの音にもシンセサイザーでもバイオリンもギターも、何でもいろんな音に変えることができて、でその音数がものすごい量が搭載されているんですよ。でロジックは有料なんですけれども、アップル製品にはガレージバンドという音楽制作アプリがもう無料で搭載されているんですね。でこれが iPhone とか iPad にも入ってるんですけれども、この無料の範囲でももう十分音源を作ることができます。でこの30年で DTM 技術ってものすごく進化して、もう手軽で誰でも使えるようになったんですけれども、ユンさん先生はまだそういった技術がなかった時代に新しい音色を作り出していた研究者のような音楽家ですよね。当時ユンさん先生のアルバムを聴いたミュージシャンたちが、自分の音源にはこんなシンセサイザーの音色を入れられないのに一体どこの会社の機材使ってるんですかというふうに尋ねると、実はその音はユンさん先生がいくつかの響きを混ぜてオリジナルで作り出した音色だったっていうことがあったそうですね。で今私が、曲のこの部分にはこんな雰囲気の音色が入れたいなって想像するそのシンセサイザーの音も、ユンさん先生のような先駆者的なミュージシャンたちが開発して、私はその音楽を聴いて学んで音色を知っているからこそ想像できるっていう面があると思いますね。そしてこういったエピソードからも想像できると思うんですが、ユンさん先生は音楽に対して非常にストイックで完璧主義だと言われています。今後曲のカバーをして紹介するときにまた個別にお話ししようと思っているんですが、まずコード進行がねとても緻密なんですね。今回カラオケ音源を作るためにコードをいろいろ検索して調べたんですけれども、なんか普段ではね見たことがないようなコード進行がたくさん出てきました。私自身は自分が曲を書くときにボーカルのメロディーラインがまず浮かんで、そこにコードを当てはめていくというか振っていくという順序で曲を作っているんですけれども、もしかしたらユンさん先生はコードから曲作ってるのかもしれないなと思いました。曲全体の雰囲気の中からボーカルのメロディーラインを抽出してきたのかなと感じるような曲も多いんですね。個人的にはモネの風景画を連想するような音楽なんですよ。なんか全体の統一感のある色彩の雰囲気の中に描きたい対象がふわっと浮かび上がってくるような、なんかそんなイメージの音楽なんですね。そして歌は歌詞の要素もまた重要ですよね。
ユンさん先生のソロ曲の作詞を担当しているのがパク・チャンハクさんという作詞家の方なんですが、またねこの方の歌詞が本当に素晴らしいんですね。言葉自体はねとても簡素な表現なんですけれども、表現に深みがあるというか、私のような外国人でも理解できるレベルの難しくない単語で的確に表現したい事象を聞き手の脳内にイメージさせるのが本当に上手な作詞家さんです。でユンさん先生はこれまでにアルバムを6枚発表しているんですけれども、3枚目のアルバムからはほとんどの曲をこのパク・チャンハク先生が作詞しています。また歌会で歌詞を紹介しますので、こちらもぜひ楽しみにしていてください。最後にユンさん先生の歌唱技術について少し触れたいと思います。でユンさん先生はもともと歌手を目指していた方ではないので、いわゆる超絶技巧系の歌手ではないんですよ。先週紹介したコミさんのように、例えばリフ&ランを正確にこなして声量も自由自在でっていうタイプではなくて、歌い方も比較的淡々としているんですけれども、歌詞の言葉を伝える能力がすごく高い歌手だと思いますね。そういう意味で歌が上手い方です。で歌の表現って正直型みたいなものがあるんですよね。例えば A メロは静かに歌って B メロから徐々に盛り上がってサビ絶叫みたいなパターンですよ。で音程が上がるところでは声を大きくして盛り上がりを作るみたいなね、こういう歌手なら誰でも経験している様式美みたいな表現方法があるんですけれども、ユンさん先生はあまりねそのあたりをドラマティックにはやらないんですよね。で比較的終始静かなトーンで歌ってるんですけれども、穏やかな中に意志が感じられるような歌声で、だからね逆に説得力があるように感じます。これが表現としてやってるわけじゃなくて、本当に歌手本人がユンさん先生がそう思って歌ってるのかなっていう風に聞こえて、私は結構聞きながら涙する歌手の一人なんですね。そんなわけでユンさん先生は非常にキャリアが長くてですね、作品も多岐にわたるのでなかなか全てを解説するのは難しいんですが、今回は1990年代のデビュー当時からユンさん先生のソロの歌手活動の話を中心にお話しいたしました。今月はユンさん先生のソロ曲を2曲、それから1990年代にユンさん先生が作曲して大ヒットした曲2曲をねお届けする予定でいます。ドラマの OST になっている曲もありますので、お楽しみいただけると嬉しいです。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。OK。